ATM 庫、単論場跡、ホーチミン廟、ホーチミンの家、ベトナム軍事歴史博物館、分廟、トレインストリート、ハロン湾、ベトナムハノイ観光、3日間一人旅でも良かったスポット、ご飯紹介。ベトジェットエアで名古屋からハノイへ行きました。ハノイノイバイ空港の出口です。出口から左前方に進んだところで86番のバスに乗れます。このバスでハノイ市街、ハノイ駅に行くことができます。料金は45,000ベトナムドン。ベトナムドンは日本円に換算するとき、例えば10万ドンと考えるより、桁区切りより左を見て 100×6、600円ぐらい。このように考えると日本への換算が簡単です。実際現地で10万ドンは100ということが多いです。振り遅れても結構対応してくれます。ソンホン川を渡るともうすぐ旧市街です。だいたい1時間ちょっとで旧市街に着きました。宿に荷物を預け、グラブデイを開始しました。グラブはシンガポール発祥の配車サービスで、バイク、車などが利用できます。ベトナムにはたくさんのバイクが走っています。みんな息を合わせて走っているので、意外と詰まったり衝突など起こったりしません。バイクなのでこんな細いところにも入っていきます。わお、ハノイの路地裏です。ハノイの動物園トゥーレ公園に到着しました。エントランス入ってすぐのところです。マップはこんな感じです。池があります。遊具も充実しています。戦車があるのはお国柄でしょうか。
このような映えスポットもあります。動物は別動画で紹介する予定です。旧市街へ戻り、晩ご飯です。フォーオングイです。店の雰囲気はこんな感じです。ニンニク、唐辛子、ライムがありました。ノーマルを注文しました。すっきりとしていて肉はゴロゴロ、臭みもなく食べやすかったです。ちなみに夜に乗ったグラブです。逆走やダッシングをしたの何でもありです。しかし目的地には早く着きます。2日目は主に観光です。ホアンキエム湖周辺に行きました。祖国の生存のために死を決意した記念碑。1946年12月19日から60日間、フランス軍の攻撃から首都ハノイを守った兵士を称えた像。コックソン寺院。この日、11月23日はベトナムカルチャルヘイテージデイとなってました。そのため、ほとんどの施設が無料で入れました。テフック橋からホアンキエム湖を眺めます。門をくぐり、鯉がいて、チンパテー。裏手には猫がいました。朝ごはんを食べに行きました。この皮で具を包みます。バンクオンナンティンロンです。味付けされたミンチと細かいキクラゲが蒸した厚めのライスの皮で巻かれています。タレは魚醤ベースでした。ハノイの街をブラブラします。レーニン公園にやってきました。なんとも平和な公園です。レーニンがロシア革命で作りたかったパラダイスみたいな国はここにできたのかもしれません。国旗掲揚台です。この日は立ち入りできませんでした。タンロン遺跡です。ここはベトナム王朝時代の都だったそうです。ベトナム戦争時に北ベトナム軍の司令室にもなっていました。提灯の道があります。これがドアン門と呼ばれるものです。階段を上ると庭園があります。
中庭も見ることができます。ここは北ベトナム軍の司令部となっています。分厚い扉が現れます。会議室やたくさんの電話がありました。これはベンチレーションシステムだそうです。外に出ます。次の目的地へ移動します。ホーチミン廟の入り口にやってきました。偉大なホーチミン大統領に永遠の感謝をと書いているのです。入り口でペットボトルは没収されます。ここには防腐処理をされたホーチミンの遺体が安置されています。ホーチミン廟の内部は撮影禁止で、ホーチミンの遺体の周りは4人の兵士が警護しており、厳格な雰囲気でした。偉大なるホーチミン主席は我々の大義の中で永遠に生き続けると書いてあるようです。この日は封鎖されてましたが、反対側にはベトナム社会主義共和国万歳と書いてあるようです。ホーチミンの家にやってきました。ここはミーティングルームとして使用されていた場所です。ホーチミンが使用していた車です。これはソビエト連邦製 JIS-115 と思われます。これもソビエト連邦製ガズ M20 ポベーダ。これはフランスのプジョー404です。これがホーチミンの家です。噂通り質素です。1階部分です。2階部分です。ホーチミン博物館です。12時から14時がクローズで、この時12時なのでスキップしました。昼ご飯を食べにグラブで移動します。ニャ・ベップ・ハノイアン。この辺りは日本人が多いみたいです。店員さんも日本語を喋ることができました。定食、豚の角煮、豆、スープ、空心菜のニンニク炒め、焼いた豆腐、ご飯、漬物でした。ベトナム軍事歴史博物館に移動しました。屋外にはベトナム戦争の兵器が展示されており、屋内にはいろんな時代の兵器が展示されています。
こちら側にはソビエト連邦の兵器、反対側にはアメリカの兵器がありました。すべてを紹介できないので、主観で有名どころを紹介します。今後別動画を作る予定です。M48 パットン、quay ra ngoài kia nhìn mấy ảnh. Đúng rồi. Các kiểu trong nhà bảo tàng này này. Đấy ngồi cho mình đánh luôn tới cái nhà này nó không nên mất. 撃墜されたアメリカ軍機で作られたオブジェ、爆撃機 B52 のエンジン、C130 輸送機などです。T34、T54B、後ろ側に回ってきました。SU-22、屋内へ入っていきます。MiG-21 が展示されています。この4324号は国宝に指定されています。機種の星は撃墜数を表しています。T54B843 号、こちらも国宝に指定されています。最後の解放の際に南ベトナム大統領官邸に突入した戦車の1台となっています。突入は843と890で行われました。グラブで分秒へ移動します。分秒に着きました。ここは孔子を祀っています。分秒門、大注門、慶文閣、開けたエリアに出ます。ここはユネスコ世界遺産に登録された亀の石碑があります。石碑には過去の合格者の名前と出身地が刻まれているそうです。さらに奥に進むと大聖殿があります。敷居をまたいで中に入ると孔子像があります。
ベトナムでも学問の神様として祀られています。両脇には4体の皇帝の像があります。さらに奥に進むと、ベトナム最初の大学、国士館があります。ここには教師の中盤安の像が祀られています。トレインストリートにやってきました。このカフェで待ちます。キャットコーヒートレインストリート54、58です。エッグコーヒーです。甘くて美味しかったのですが、氷がたくさん入っており、量が少なかったです。間近で迫力満点です。電車が通るとき、カフェの客以外は立ち入り禁止になりました。トレインストリートはイルミネーションが綺麗で、散歩するだけで楽しいです。Tôi đi vào đây đạp mẹ vào cái của tao này. 晩ご飯を食べに旧市街に戻りました。僕の母ちゃん、ビッグスネイルスを購入しました。スネイルスと書いてあるが、多分タニシです。淡水の彼のため予想より淡白でした。完食しました。複数人でつまみながら楽しむものと思いました。物足りなかったので屋台でご飯を。豚の串焼きとパンです。豚もパンも炭火で焼いてくれるのですが、肉に甘ったるい感じのスパイスが効いていて、ちょっと好みではなかったです。口直しにスイーツを食べに行きます。ピトルボール。注文するとお姉さんが作ってくれます。トラディショナルミックスドボール。豆やゼリー、バナナが甘いミルクに浸ってます。
この氷を入れて冷やすのですが、ぬるいのですぐに氷を全部入れるのがおすすめです。バナナの風味が強く甘くて美味しかったです。ベトナムの夜は賑やかです。3日目です。朝7時半の保安ゲーム湖はすでに賑わっています。朝食バンマイバダントラディショナルバン、無難に美味しかったです。割とピリ辛でした。こちらで作ってくれます。今日はハロン湾のツアーに参加しました。ハノイ発で6時間のクルーズがあります。バスでハノイからハロンへ向かいます。トイレ休憩のサービスエリアです。飲食店もあります。バスに戻るとバスが故障していました。この後無事復旧しました。クルーズの前に真珠売り場に連れて行かれます。買わなくても OK です。いよいよ乗船です。6時間の長旅が始まります。乗船するとまずご飯、ビュッフェスタイルでスープとエビ、カキ、イカなどを取りました。この順にクルーズは回っていきます。船はハロン湾を進みます。最初の目的地ハンルオンに到着。こんな細い隙間に停泊します。かえって危険そうなタラップを降ります。ここではバンブーボートまたはカヤックが楽しめます。今回はバンブーボートに乗りました。洞窟に入っていきます。触ることのできる高さに天井があります。奥には美しい入り江が広がっています。船着き場へ戻ってきました。ツアーは20分ぐらいです。出港です。船が混み合っています。船がぶつかりました。ツアー中何度か発生していたので日常だと思いました。次の目的地へ移動します。ハロン湾にはたくさんのクルーズ船が浮かんでいます。次の目的地サンソットケーブに到着しました。ここでは鍾乳洞を見ることができます。 100% 自然の造形です。広大な鍾乳洞が広がっています。鍾乳洞を出るとビューポイントがあります。だいたい1時間ぐらいで船に戻ってきました。船で飲んだ激高なコーラです。しかし美味しかったです。最後の寄港地ティートップ島に到着しました。ここにはビーチがあり泳ぐこともできます。階段を上り展望台へ行きます。階段は420段ほどあります。展望台からは美しいハロン湾を眺めることができます。
帰りの船はライトアップされてました。屋上でワインが振る舞われました。フルーツもありました。長旅でしたが帰港しました。この時18時30分ぐらいです。これから2時間半かけてハノイに帰ります。ハノイからグラブでノイバイ空港に到着しました。晩ご飯です。バーガーキングのワッパーチーズを食べました。おそらく空港プライスです。しかしボリュームがありお腹いっぱいになりました。24番ゲートからベトジェットエアで帰国しました。眩しい朝日の中、日本に帰国です。終わりです。ご視聴ありがとうございました。